人は何も悪くないよ。何も悪くないよ。黒崎店長はもういない。俺が悪いんだよ。言い方きついけど、ローランドグループの採用基準に達してないなみたいなスタッフも結構俺はいるなと思ってるんですよ。なんで、シックは、もう本当にゼロからスタートするぐらいの気持ちでまず来てください。で、うちの基準に合わないなとか、うちとやり方違うなと思ったキャストはもう正直言うと12月からもう来なくて大丈夫です。激しさを増すローランドは再建をかけ、ある秘密兵器を投入。チックは今悪い状態だけど、良くも悪くも知名度あるから、今こそ彼らが目立つチャンスです。彼が経営する3店舗の中で最も勢いのあるザクラブ大阪の精鋭。対する新人はメモを持ってビクビク状態。友達が出てもいいのよ。チックメンバー残った精鋭13人。いや、記者会見じゃないから。もう今のところ気になることは1個だけです。うちではないなっていう。何回聞きに来んねんっていうぐらいめっちゃうざかったわ。パワハラなんて言ってられない。すいません会長、ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。絶対嫌いでしょ俺のこと。いやそれここで言わないでくださいよ。いやローランド会長に行って今日から来てほしいって今見ました。やめとか。売れっ子キャストが続々と店を去る退店ラッシュ。8割のホストがザ・シックを抜け、まさに崖っぷち状態。しかしローランドは密かに特殊部隊を仕込んでいた。それは総合優勝に輝いたのはザ・クラブ大阪でした。おめでとうございます。そう、去年ローランドグループ全店舗対抗売上バトルで東京勢を駆逐した今ノリに乗っている大阪店。ローランドグループにはゲスト出勤という文化があり、大阪店のオープン当初、つまりお店として半人前の時には東京のトップホストが大阪に、そして大阪店のポテンシャルのある新人ホストは東京で武者修行をしていた。しかし気づけば大阪店がグループ1位に。退店ドミノで傾いていたザ・シックにローランドと有志が決めたのは大阪店からの恩返し出勤。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。あれ、花道さん？花道です。この男はゴーゴーレッツゴー輝くマシンライダーチャック。吉本興業に所属しました清和三井名は花道です。芸人歴8年、元お笑い芸人の三井花道。給料吉本で1回しかもらったことないですけど、ホスト歴1年にもかかわらず月700万円を売り上げる売れっ子に成長。今大阪から来た感じ？そうです。大阪から今北区に着きました。ああ、なるほど。はい。今日ちょっとアパホテルに泊まろうと思ってます。ああ、ここ宿なんだ。いい宿ですね。もうちょっと広い宿。いやいや、もうめちゃめちゃ広いじゃないですか。全然広いですよ。いやもう芸人自体もっとほんま畳みたいなとか泊まったりとか。あ、でも一個見せたいのがあるんですよ。あ、見せたいのがある。はい。これなんですけど。何これ？オリジナルシャンパンです、僕の。これをなんで持参したんですか？いやもう今月バースデーなんですよ。ええ。今日もしかして開けてくださるかもしれないという。東京に太客を呼べるまでになった花道にとって特別な場所があるという。
ちょっと寄り道していいですか？ここシックなんですけど。ああ確かに、はいあシック入らない？入らないです。ちょっとだけ寄り道したいです。シックでシャンパンコールの練習してたんですよ。確かに、はい。あそのシック行く前にたまに行ってたんですけど。あなんか思い出の場所がある。そうです。思い出の場所があるんですよ。そこは歌舞伎町から歩いておよそ5分のもしかしてはい、そうです。まあ大きく言ったら元職場ですね。僕のまあ憧れの地というか。吉本本社。吉本本社です。やっぱね、ここ研修の時見に来ちゃいましたね。僕大阪でまあやってたんですけど、はい、NSC 入ってでいつか東京吉本行って、東京にテレビ出てで昨日の花道見たみたいな、面白かったよねみたいな、そう言ってもらえるのが夢でしたから。3、2、1。早野さんこの時に「花道です」とかしてないか。迷惑でしょ。いずれはまたここに戻りたいと思いながら芸人を辞め飛び込んだのはローランドのお店。おはようございます。おはようございます。おはようございます。この世界でもいかに裏方をつかむかが勝負の鍵。集合時間より30分も早く来たのには理由があるそうで。お久しぶりです。お願いします。どうする？まあウェーブありの前髪上げのいつもの感じで。あれずっとシックになったんですか？内勤さんがコテを。いやなんでわざわざはい内勤さんにやっていただくんですか？いやもう本当にザ・クラブ大阪オープンってなって僕本当に芸人時代で結構借金作ったりしてて、お金なくてで部屋名代払えないってなって、ナイキさんの常平さんが俺やってあげようかって言ってくれて、そっからもうやっていただいてもう恩人ですね。助っ人として頼んだ内勤さんのヘアメイクが今となってはプロよりしっくりくるそうだ。どうですか花道さん、売れっ子な感じじゃないですか？そうですね。売れない花道からは売れる花道になって、はいそうですね。本当当時花道がもうほぼ24時間配信頑張ってて、配信やってて、そっからお客様が来てもう幹部になりましたね。本当に滑った芸をやってたオーディションのイメージみたいな。今でもやってますよね。今でもやってますよ。今も芸やってる？芸やってますよ。やりますよ全然。全然。なんてことですか。そんなことないですよ。大爆笑大爆笑。とそこに懐かしの顔が。早い。よろしくお願いします。お願いします。です。めちゃくちゃ早く来てません？いやもうやっぱ朝礼まで出たいんでね。なるほど。早めに。もう待ち合わせ2時だった。サポート役にもかかわらず朝礼前から全員集合。名実ともにナンバーワンのテンポだ。休みだったんですけどね。そうか。まあでもグループのためなんで。おはようございます。どうも。花道です。花道です。中日です。2人合わせて。花道です。吉本行こう。今から行きますか。さらに幹部ホストも。お願いします。そうさんおはようございます。そういえばユノさんも来たんですね。はい。今までのローランドグループの密着者を全ホストと僕を一緒にしないでください。大阪店のオープンと同時に超大手グループから移籍。早速トップに君臨中の男。年間売上1億円、月間最高2000万。採用戦略にも携わるいわばザクラブ大阪の頭脳。でも営業1時間前。はい。なんでございますか？後半するんですか？いや僕はその会長に言われて、なんか
講習、まあ、僕が何を教えれるか分かんないですけど、研修やるわけだ。研修をやりに来ました。ザ・シックを立て直すべく改革が始まる。木村ギュナと申します。よろしくお願いします。お願いします。ホストとしての基本的な知識でも、テーブルマナーとか接客がどうとかそういうことじゃなくて、こう大まかな本質の枠組みみたいなのをこう伝えられたらなと思います。営業マンのトップセールスとホストのトップセールスって、やっぱりホストのトップセールスの方がレベルが低いと思う。俺は人間対人間としての営業力の違いがね。でそこの大まかな枠組み、営業職とはっていうことで、〇〇を売る仕事っていう風に俺は定義してんの。でこの〇〇を売る仕事の〇〇っていうのをみんなに考えてほしくて、〇〇って何と思います？逆に全然間違っててもいいのよ。シックメンバー残った精鋭13人。むずいかむずいか。まあ僕はだけどね、不確定な未来を売る仕事と思ってる。あなたたちお金を使う理由が大事だし、ただ単にこの場所が楽しいとかそんなんじゃなくて、使った先あなたたちがどんな未来を見せてくれるかが大まかな枠組みとしては大事。不確定な未来を売ることが大事なんだよっていう枠組みさえ理解したら、女の子に対する言葉の書き方もどんどん変わってくるから、ここは絶対にもう一番の核にあるものとして覚えておいてほしい。 Z 世代にも軽く刺さったようだ。どうでした？久しぶりの東京は。東京ね、シック僕一回来たことあったんですけど、5月ぐらいに。でもまあその時よりいいなと思いますけど、でもやっぱ今残ったことが大事なんだよね、彼らが。その去った人より今彼らが残って、今こう大阪から見ず知らずのやつが来て、その目の前に座ってメモ帳まで全員各自用意して、ちゃんとその話を真剣に聞いてる姿がもうそれだけで大きいんですよ。だから僕が言ったことが分かってなくても、そのもうすでにこの状態が生まれてることが店として素晴らしいですよ。だから俺は持ってなかったので、持ってなかったですか？誰か。毎日更新して、そうですよ。だから今日僕もメモ帳持ってないやつおんのかとか言うかなと思ったら、言うことなく全員メモ帳パシッと持ってくれる。なんかやりやすかったです。なるほど。シックは今悪い状態だけど、良くも悪くも知名度あるから、今こそ彼らが目立つチャンスなんです。8割のホストがいなくなったザ・シックは傍から見たら危機的状況だが、残ったメンバーはチャンネル露出が増えていく。大阪店のナンバーワンは前例のないチャンスと捉えていた。一方、大阪のボス6億ホストの有志には鬼の鉄則があるという。テスト誰が合格見てる？常川文って言ったけど。今から何をするんですか？シャンコテストです。テスト。シャンパンコールテスト。俺の管轄では全員やらしてるんですよ。シャンパンコールね。シャンパンコール。なんか売れてシャンパンコールやらないとかダサいじゃないですか。普通に。その売り上げ上げてるだけがかっこいいわけじゃないから、全ての業務を完璧にこなして一流だと思って。っていうのをやっぱこう僕の管轄ではすごい大切にしてるんで、一人一人完璧にこなせるように自主練してきてね。で毎日、6時半から7時までの間にテストを行うんですよ。で7時からは僕の講習を営業前までしてっていうのが今のシックの流れです。ルーティンなんだ。なるほど。年間6億を売り上げた有志だから説得力がある。お店が認めるシャンパンコールのエースシュンが目を光らせる。超高級シャンパン、ロジャーガトー、プラチナダブル一発、賞金35万、総額50万円一発いただきました。恥ずかしさが少しでもあれば見透かされる。怖い顔には余計萎縮する。結論から言ったら、基本の型をまず練習しておかないと崩すことができないから、基本の型を全部ちゃんと身につけてから崩すことを学ぶべきだから、まずはその染みつくまで、その考えなくて自然に出てくるレベルに染みつくまで基本の型を練習することかな。 OK。はい。どうしても最初は
棒立ち状態。集まってこいや。もうちょっと声量欲しいな。なんかね、その多分下月はまだ覚えた歌詞をちょっとこの辺に自分でパーってなんか空中に出して、それをまだ読み上げてるような感じがするんだよね。ノリを出すには自信が必要な様子。一方先輩花道のコールと動きにご注目。桜木優斗試合の世界一どうもありがとう。プラチナのいただきました。よーよー歌舞伎で飲むなら差しくれそれワンツーよーよー素敵なお姫に感謝感激ラセラ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 総額50万枚いただきました。そして感謝の気持ちを込めて撤収ありがとうございました。ありがとうございました。うまい花道うまい。うまい。いいね。東京でもやっぱ見せ場を作っていく。さすがだよ。めっちゃうまいです。うまいですね。声出てるのってやっぱ女の子気持ちいいと思うんで聞いてて、全然違いますよね。そのもう言われた通りだけにやるか、本当にその目の前にシャンパンがあってそれに対して価値があって本当にありがとうって俺らから返せるこの最大の気持ちだっていうのを全力で答えてるのが聞いてて気持ちいいですね。なんか面白かったのが思わず2人こうやってはい、手出ちゃいますね。はい、手出ちゃいました。まだゆるゆる状態の新人たち。ただ他にホストがいない。それでも開店時間はやってくる。次回ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディア花道。制御不能な大阪組の勢いが東京組を圧倒。彼らのおかげでお店には活気が戻り、シャンパンコールの嵐が。100なんですけど、あそこがラストを差し込むと100だ。絶好調じゃん。そんな売れてどうすんの。そんな売れてどうするの。どういうことですか。シック立て直すんですよ。ありがとう。そんな中忘れていたあの男の名が。自分のやっぱホストとしての基礎はプロセスを教えてもらって